I used to get sad, let you get under my skin, but I guess I kinda grew out of dancing around it. Closed my door so you can't get in, doing better than I've ever been. こんにちは、学びオタクです。今回の動画のテーマは寿やエヴァンゲリオン新2号機アルファの制作レビューになります。この動画はエヴァのプラモデル作りたいけどまずはレビューを知りたい、寿屋のプラモデルに抵抗がある、 ABS 多くないというそんな方に向けて動画を作成しています。このレビューではキットの特徴も含め組み立てや塗装で工夫した点も解説していきますので、ぜひ最後まで動画を見てもらえると嬉しいです。今回のポイントは合わせ目消し、後はめ加工、細かい塗り分けの3つになります。合わせ目については寿屋の最新キットではあるものの意外と目立つところに合わせ目がありますので、こちらをしっかり消していきたいと思います。合わせ目消しに連動しますが、意外と後はめにした方が合わせ目を消しやすくなっておりますので、こちらもどこの部分を後はめ加工したのか解説します。素組みで組んでみると顔の部分やエヴァ本体などはしっかり塗り分けできているのですが、意外にも機械の部分の塗り分けができていないので、今回は細かく塗り分けして作っていきます。逆に本体以外の塗り分けをしっかりしてあげるとかっこよく仕上がると思います。私、学びオタクは子供の頃にガンプラにはまり、そのままフェードアウト。2016年にプラモデル制作に本格復帰し、大人の財力で道具を買い揃え、ノウハウを学びながら実践し、スキルアップの過程を動画配信しております。今回は個人的に非常に思い入れのあるエヴァンゲリオンからエヴァ新2号機アルファということで丁寧に作ってみました。エヴァシリーズは新2号機だけでなく多くのキットがまだ製作できていないので、これからのエヴァシリーズの組み立てや製作ノウハウ、キットのレビュー、学びオタクの上達過程が気になる方はぜひチャンネル登録してくれると嬉しいです。そして動画の最後にエヴァ新2号機アルファを作ってみた個人的な感想を5段階評価していますので、ぜひ最後までこの動画を見ていってください。まずはこちらの左肩の部分に合わせ目ががっつりと入っています。こちらはこの後に後はめ加工するのでしっかり合わせ目消しができます。接着剤のはみ出た部分をやすります。最初はセメント SP でやっていますが合わせ目が完全に消えてくれませんでした。この失敗を瞬間接着剤でリカバリしていきます。瞬間接着剤を塗って硬化剤をスプレー、その後すぐにヤスリで削っていきます。ヤスリの番手を変えて丁寧にヤスリがけ、ブラシや歯ブラシでヤスリのカスを除去します。いかがでしょうか。最初から瞬間接着剤でやっていればよかったと反省です。そして特徴的な太ももにもがっつり合わせ目が入っています。ここはさすがに綺麗に消したい。でも接着剤では綺麗に消えず、やはり瞬間接着剤でリカバリしました。いかがでしょう。これで完璧と思ったのですが、なんと塗装後にまだ合わせ目の消し方が甘かったことに気づきました。ここで見て見ぬふりをすればよかったものの、さすがに目立つので再び瞬間接着剤で合わせ目消しを実施しました。ここまでリカバリしてあげることでやっと綺麗になりました。今回のキットは後はめ加工がしやすいキットのように思います。この左肩部分もカットするだけで後でカチッとはめることができます。また両足の膝関節も特段カットもしなくても後ではめることが可能です。そして胴体部分もここまでなら最初に接着して合わせ目消ししても大丈夫でした。結果出来上がった塗装前の状態がこちらになります。エヴァ本体は無塗装でも素晴らしい出来ですが、武器や装備関連が味気ないですね。こちらを実際に全塗装します。ちなみに今回はシールも使用しません。まずは ABS をプライマーで保護し、
その後エボブラックで下地塗装します。グレーとブラックを調色してダークグレーをエアブラシ塗装しました。そしてワンポイントとなる赤をエナメル塗料で筆塗りし、後で綿棒で拭き取れば完成。ダークイエローの下地はもちろんエボブラック。黒の上からダークイエローをエアブラシ塗装するとグラデーション塗装のようにいい感じの仕上がりになりました。バックパックだけでなく特徴的な左肩のアーマーもダークイエローを塗装します。乾くととてもいい感じの色合いになりました。太もも裏の特徴的な赤は先に塗装してマスキングをしておきました。ここにグリーンをエアブラシ塗装していきます。太ももだけでなく胴体の外装パーツも一緒にグリーンでエアブラシ塗装。塗装を終えたらさらに白のラインの塗り分け部分を丁寧にマスキング。特にシールで再現されている白のラインは実際のシールの幅を活用してマスキングしました。なお白には隠蔽力がないので白の下地として一旦シルバーを塗装し、その上から艶消し白を塗装しました。実際にマスキングを剥がして塗り分けの成果を見ていきましょう。まずは太ももの白のライン、太もも裏の赤、胴体や左肩のラインもいい感じ。そして膝や足のつま先のライン、やはり下地にシルバーは正解でした。今回バーニャの中はメタルレッド、外側はシルバーと塗り分けていきます。まずはシルバーを拭いてその上にメタルレッド、その後バーニャの内側だけにマスキングして外側を改めてシルバーで塗装。そうすることでバーニャの内と外で綺麗に塗り分けできました。その他の外装パーツや武器もマスキングしてどんどん塗り分けていきます。武器はミディアムブルーを基本色としました。武器のくぼみ部分は今回初めてマスキングゾルを使用。果たしてうまく塗り分けできるのか。そして気持ちムラができるようにエアブラシ塗装。マスキングゾルを剥がしてみると案外うまく塗り分けできていました。マスキングゾルちょっと癖になりそうです。マスキングしていても漏れなどで塗り分けができていない部分などがあるので、そうした細かい箇所は筆塗りでリカバリしています。こちらの武器も色とマスキングを重ねて塗り分けしました。それなりに綺麗にできたと思います。バックパックのミサイルは 0.75mm のマスキングすることで塗り分けてみました。光沢のグレーを塗装した後マスキングを剥がしてその上から購入した円形マスキングを貼っていきます。今回初めて円形マスキングを購入してみたのですが、これもとても便利ですね。円形マスキングを貼り終えたら今度はミディアムブルーで塗装することで細かく塗り分けてみました。結果はこの後の組み立てで今回のエヴァ新2号機アルファは意外に塗り分けが多く少し大変でしたが、マスキングゾルを導入してみたり市販の円形マスキングを購入してみたりした結果意外と楽でした。特にミサイルの塗り分けには円形マスキングが必須かと思います。購入した円形マスキングは概要欄にも載せてますのでご確認ください。こうして塗り分けてみるととてもかっこよくなります。やはりポイントはエヴァ本体でなく外装や武器、バックパックなどの部分をしっかり塗り分けてあげると世界観がはっきりしてめちゃくちゃ両キットになります。こちらは MG や RG のガンプラと違って塗装必須になるかと思います。でも塗装する価値があると思いますのでぜひ最後の完成ショットまで見ていってくださいね。ということで寿屋エヴァ新2号機アルファの評価はこちら。寿屋のプラモデルはパーツポロリや関節の滑らかさ、ゆるゆるにならないように関節部には ABS が多いです。なので ABS に一手間のプライマーが必要なのと武器やバックパックをしっかり塗り分ける必要があるので初心者おすすめ度は2とさせていただきました。正直中級者向けキットかなと感じました。エヴァ大好きな方はぜひチャレンジしてみてくださいね。今回の動画いかがでしたでしょうか。エヴァプラモデルは寿屋だけでなくバンダイのものもストックがありますので
今後もどんどん作っていきたいと思います。また今後もプラモデルのノウハウやキットの製作過程、チャレンジしてみたこと、学んだことなどを発信していきたいと思っていますので、見逃さないためにもチャンネル登録、高評価、ベルマーク通知の設定をしておいてもらえると嬉しいです。それではモデラーの皆様、良いプラモデルライフをお過ごしください。本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。Even good times get you high. Little bit lost, but it's alright. Even bright lights got a dark side. Pleasure is pain, and the pain is pleasure. Grass won't grow with the rainy weather. We keep flipping coins for luck, and we're just trying to ease the suffering. Broke a heart first, and my own got shattered. Never one tear really ever mattered. World keeps on turning, and we all keep learning that even good love feels like drugs. Even good nights get you high. Little bit wild, but it's alright.